カメラレンズでワンショットフラット画像を撮ってるところです。確かこれ1分にして、それでヘッドライトを消して今撮影開始ですね。PP シート、半透明のシートを今手で持って、蓋してるだけなんですけど、こんなのでいいのかっていうのもあるんですけど、星好きの皆さんこんばんは。今日は天体写真のワンショットフラット補正ということでやっていきたいと思います。ワンショットフラット補正ということで、これがフラット画像なんですけど、これ ISO800、0.3 秒で1枚だけ撮ったフラット画像です。ちょっとゴミありますけど気にしないでください。で、こっちがですね、ISO25645 秒。これを47枚コンポジットしたメシエ8非型西洋の天体写真です。この天体写真でフラット補正をやっていきたいと思います。で、こっちのワンショットフラット画像は、1枚 0.3 秒。これ家で撮ったやつだったんですけど、確か。で、これ家で撮ってもいいですし、撮影現場でやってもいいですし、どこでやってもいいんですけど、半透明の PP シートをですね、望遠鏡の前とかカメラレンズの前に取り付けて1枚だけ撮影するっていう、お手軽簡易フラットってやつですね。これも結構使えるのでやってみたいと思います。それではですね、撮影現場でのワンショットフラット撮影と、自宅でどんな風に撮影してるかっていうのも映像がありますんで、そちらをご覧ください。それではちょっと現地でですね、ワンショットフラット補正を、撮るところを、ちょっとお見せしようと思います。この、今広げてる、手に持ってる、このシートですね。これを、当てますと。もう手で持ってるだけなんですけど、で、ヘッドライトを消して、で、レリーズをスタートを今押しました。今押したかな？今かな？スタート。これで押しましたね。で、あと待ってますと。で、この時 ISO25660 秒で、天体を撮影してたんですけど、ちょっと空が曇ってきたんで、今撮っとこうかなってところ同じ設定で撮りました。今もう終わりました。もう終わればこれで OK。これね、1枚だけ撮るっていう感じですね。はい。すごく簡単にできるんで、このワンショットフラット補正は、おすすめですね。で、こんな感じで撮ったのをちょっとお見せしようと思いますけど、ヒストグラムがですね、もともと天体写真撮ってたのもうギリギリ右寄りまで撮ってたんですけど、同じ設定なんで同じぐらいになってますね。ギリギリですけど、なんとか入ってますんで、設定範囲に。ちょっと白飛びしそうなぐらいですけど。で、せっかくなので、もう一枚 ISO6400 に変えて60秒撮って、真ん中ら辺のやつも一応撮っときました。はい。別に時間を30秒にしてもいいんですよ。同じ ISO25600 で。はい。こんな感じで撮りました。で、今度はですね、別角度で、また別の天体を撮ってるんですけど、車にこの半透明のシートを持ってってですね、それを手に取って今カメラの設定します。ヒストグラムが真ん中ぐらいになるようにフラット画像の設定をしてます。で、レリーズをオン。ヘッドライトを消してリリーズをオンして、こう蓋してですね、5秒後にシャッターが切れるんで、今赤くなりましたけど、今シャッターが切れました。で、これで待っとくだけですね。で、撮影が今終わりましたんで、レリーズを止めて、で、ヒストグラムを、確認しようと。中ぐらい、とりあえず、入ってるかなっていうところですね。で、今度はですね、カメラレンズでワンショットフラット画像を撮ってるところです。で、普通の天体を撮ってまして、ISO1600 の4分で確か何か天体を撮ってたんですけど、で、曇ってきましたというので、ちょっと今フラット撮っとこうかなってとこなんですけど、で、
まあ今レリーズを設定して、確かこれ1分にして、それでまあヘッドライトを消して今撮影開始ですね。PP シート、半透明のシートを今手で持って、蓋してるだけなんですけど、こんなのでいいのかっていうのもあるんですけど、まあまあこれでできてますね。で、ISO1604 分でヒストグラムがすごい右だったんですよ。天体写真が。で、フラットは、まあ真ん中ぐらいにしとこうかなっていうので、1分ぐらいで確か録音してる最中ですね、これ。もっと感度上げれれば、3200なら30秒とか、6400なら、15秒とかですか。1ニッパーなら7秒とか。そんな形でできるんですけど、まあ、このカメラ ISO1600 までしかないので、そんな感じで、まあ、1分ぐらいは一応録音すると真ん中ぐらい来るかなってところで撮影してます。で、まあ、スカイメモの上に X2 とシグマの70から200のズームレンズ乗っけてます。で、今撮影終わったんで、ヒストグラムをこう確認して、まあ真ん中にあるかなっていうのを今チェックしてる形ですね。まあこんな感じのお手軽なフラット補正になります。では、自宅での撮影風景もどうぞ。ワンショットフラット補正を、自宅でやる場合こんな感じでやってます。まあ、こんな感じに乗せて、このフィルムですよね、これ。こんな感じですね。ちょっと手の透け具合。まあ、いろいろあるんでしょう。なんでもいいと思うんですけどね、ボケ具合。ただ、このぐらい、ちょっと、透明がそんなに透明じゃないんですけど、わかりますかね。まあ、どんなんでもいいと思うんですけど、ただこれだと、自宅でこの、電気があるんですけど、電気とか天井ですよね、天井。こういう天井でもですね、もうすぐ上天井ね、家の天井ですけど、こういうとこでも、このぐらいボケてると、フラットが取れるんで、このぐらいがいいかなっていうところですけど、で、普通にカメラセットしてですね、向きですね、カメラの向き。これなんだけちょっともともと撮った写真、天体によってカメラ回転させたりすると思うんですけど、撮った状態、だからまあ現地で撮る方が間違いないと思うんですけどね、1個天体撮ったら撮るみたいな。まあそれも簡単なんで、まああとは家でやるときはこの辺ピントもそのまま、撮影した当時の、まあ望遠鏡の場合はね、このまま合ってると思うんですけど、カメラレンズの場合は、まあちょっとぐらいピントずれてても大丈夫ですけどね。まあ無限大のちょっと回転させたところですよね。こんな感じで撮ってますので、録音時間とかも適当なんで撮ると。まあ例えば25,600で30秒とか1分で撮ってたとしても、別にこのフラットは、ワンショットフラットは別にそれに関係ないんで、気にせずにやってもらったらいいと思うんですけど、例えばその撮影設定と同じであれば、この何秒かわかんないですけど、今これをこれですね、これでいいですね。16分の1秒ですけど、16分の1秒ですけど、ヒストグラムが真ん中に入ってるんで、これで OK だと。これだけです。これで OK。別に ISO が変わってても全然いいです。これ何秒ぐらいかな。これもいいんですよ。これで 0.9 秒ですけど、これでフラットが撮れるんで、これ1枚撮るだけで OK という感じですね。で、カメラレンズの場合はまあこんな感じにしてますね。結構適当ですけどこれでいけちゃう感じですね。なんていうんですかね、焦点距離とかはだいたい合わせといた方がいいと思います。ピントと焦点距離ですね、この辺の。あとはまあこれと同じようにカシャッとやるだけで、ヒストグラムが真ん中にあればいいよと。
で、一応カーテンとか閉めて暗い状態でやった方がまあいいかなと思います。横から明かりが入ってくるとあんまりいいことないんで、はい、こんな感じで乗せてやってます。はい、これだけです。はい、ということであんな感じで撮影しています。まずはですね、どっちからでやってってもいいんですけど、まずフラット画像からやっていきましょうか。下準備的な感じですけど、でまずこのフラット画像はローファイルですんで、PEF ファイルってなってますけど、これペンタックスのロー画像なんですけど、まずいつもやってるのはホットクールピクセル除去ってやつですね。これほとんどないんですけど 0.3 秒で撮ってるんで、それでも一応どっかあるぞとこの辺にわかんないですけど、もしあれ一応念のためにやってるって感じですね。敷地とかが 10% ぐらいでやってるんですけど、でこれを OK と。これは撮影現場でですね、家でもいいんですよ。家でもいいんですけど、その時にカメラの設定でダーク計算設定みたいなのあるじゃないですか。ダーク補正みたいな。あれで撮っとけば、0.3 秒足す 0.3 秒なんで、0.6 秒で撮影できるんで、もともと撮影する時にダーク計算、ダーク設定してからですね、1枚だけ撮っててもいいです。で、これで、あとはベイヤー配列なんで、これをカラー化します。で、カラー化されました。で、次にですね、階調をオートストレッチで、一応ホワイトバランス的なところで合わせておきます。ちょっと、この白くて分かりにくいんで、ちょっとレベルをちょっと合わせ、ちょっと強調しておきますね。こうしておきますね。とりあえず、後でまた調整するんですけど、この状態で画像をソフトビニングで、画像を10分の1ぐらいにちっちゃくしておきます。この方が、ガウスぼかし後でするんですけど、軽く処理ができるんで、で、この状態で、フィルター、ぼかし、で、ぼかしがですね、どのぐらいぼかすかなんですけど、やりすぎると、この周辺見ていただくと、やりすぎると、形が変わっちゃうので、ちょこっとやる感じですね。10とか、15とか、20とか、10ですね、これが。20。10ぐらいとか、15ぐらいとか、とりあえず今回15ぐらいでやっときましょうかね。ソフトビニングした上で15ガウスぼかししました。画像サイズ600ぐらいですけどね。で、これで一応ですね、ゴミもこれぼかしたら消えるかな？消えましたね。で、ちょっと、こうやってみると、フラットの形ができてると思うんですけど、これちょっと中心からずれてるのは、反射望遠鏡の光軸のずれかもしれないですけど、そうじゃなくて多分僕思うに、フードの取り付け、手作りのフードで使ってますんで、ちょっと毎回ね、フラットの位置がちょっと違うんですよ、形も。手作りの、段ボールで作ったやつなんで。ですんで、いつも現地で撮るみたいな方が合いやすいですね。家で帰ってやるとちょっとずれる時があるんで、今回これ家で撮っちゃいましたけど、ですね、なるべく現場でそのまま一つ全体撮ったらその後にワンショット撮るみたいな形の方が無難かなとは思います。で、こんな感じでぼかしたら、もう元の画像サイズを確認してですね、これで確認して、で、これで元に戻しますと。画像サイズ戻しましたと。で、今度これをですね、反転させて、これをレベル強調で、この対数スケールとピークを表示ってやつをオンにしてもらうと、データがどこまであるか全部わかるんで、その手前ぐらいですね。ギリギリぐらいか、ちょっと削りたくないんで、データを削っちゃいたくないので、このぐらい、ギリギリぐらいの手前ぐらいとか、その辺でちょっとやってもらったらと思うんですけど、こんな感じで OK と。で、これを、
合成 RGB 分解で、RGB の3つの画像に分けておきます。これ RGB と3つに分けておきました。で、この画像はもう使わないので閉じておきます。こっちの画像は、このフラット画像 RGB は名前つけて保存しておいてもらうといいかなと思います。これ画像処理の最後まで結構使うんで、調整するのに。で、こっち元画像の方を処理していきます。で、これも、レベル調整ですね。どっかホワイトバランス合わせてからですね、オートストレッチで。今ちょっとこれ合ってるんで、このままいきますけど、これも同じように、ギリギリぐらいのところまで、目安としてやっときますよと。こんな感じ。これを RGB 分解します。で、RGB。で、こんな感じになりました。で、ここから、作業していく形になります。ではですね、まず R の方からやっていきたいと思います。で、R を出して、元画像の R と、このフラットの R ですね。これを使っていく形になります。で、元画像を前に出して、まずはですね、このツール周辺かぶり補正、まだこの状態でかぶり補正します。っていうのが、ちょっとこれで、かぶってますよね、これ斜めに。こうしても、こうしても、こうしても被ってますと。ちょっと斜めになってますよね。こうなってると、フラット補正が合わない。要はこっちは光害被りの影響を受けてない。こっちは天体写真の方は、ほぼほぼ光害被りの影響とか、空の明るさとか影響してますんで、被ってます。で、そうなるとこれ合わないんで、で、これも日型性もですね、結構低い位置にあるじゃないですか。言っても天頂とかじゃないので、南側に光害被り強かったりするんで、登ってくる時とかはね、低いですから、光害被ってますし、ですんで、天体写真の方は光害被りしてます。ですんで、こっちは被ってない、こっちは光害被りしてるっていうことで、先に光害被り補正をしていこうって感じです。で、この時にいろんなやり方でいいんですけど、とにかく僕はポイントをちょっと四隅に打って、天体写真にもよりますけど、例えばこういう写真なら、こんな感じでフラット補正するときにこのバランスが悪いとですね、ちょっとフラット補正しにくいんですよね。で、一旦ですね、こんな感じで、大体ですけど、ポイントを指定して被り補正してます。で、ちょっとポイント外してみると、これでさっきよりもちょっとあったと思うんですけど、こうしても、こうしても、さっきよりも合ってると思うんで、多少ずれてますけど、一旦これで OK にしといた方がちょっとやりやすいので、で、この状態で選択マスクで、これ赤 R なんで、赤色の画像なんで、フラットの R を選んで OK と。で、その上で明るさを上げていきます。今60ぐらい上げましたけど、65。ちょっと65でちょっと様子見てみますけど、こんなもんですかね。もうちょっと明るくてもいいかな。こんなもんですね。この見るとこって言えば、この四隅ですね。ここが極端に明るくなってなければ大丈夫かなと。これちょっと微妙っちゃ微妙なんですけど、光害被りしてるんで、被ってない写真だとこれすごくわかりやすいんですよ。この前のセルフグラデーションマスクフラット補正とか、ああいうのだとわかりやすいんですけど、被ってる写真と被ってない写真なんで、それを使用してるんでちょっとわかりにくいんですけど、で、このぐらいで多分大丈夫だと思います。で、これで OK して、この選択マスクを外します。一回外して、で、ツール被り補正で、多分ちょっとまだずれてると思うんですよ。少しずれたと思うんで、
これもう一回ポイント指定してですね、適当なところ、この背景の星がないところをなるべく選んで、こんな感じでやっておけばどうでしょう。これでまあまあ明るさ全体的に合ってきたと思うんですけど、でこれで OK と感じで置いておきます。で次にですね、グリーンも同じようにやっていきます。これを3枚の画像にやっていきます。でこれを RGB 合成します。合成 RGB 合成でこの赤色のところに補正した元画像の R で、G で青に B と、これで OK。そうするとこんな画像になりますよと。この状態を階調オートストレッチでホワイトバランス適当なところでまあ合わせますよって感じですね。これちょっとレベル強調してみたいと思います。まあフラットになってると思うんですけど、こんな感じですね。はい。これでフラット補正ができますっていうのがワンショットフラット補正です。まあ良くないですか。で、この状態でですね、画像処理で強調してったりするじゃないですか。外が赤くなってきたとちょっと赤いとか微妙にあるんですよ。そういう時に、この明るさで、この R のマスクを適用させた上でチャンネル R だけ選択して、で、これをこう上げていくとですね、外側だけ、外側っていうか、こんな感じで、マスク通りに外が赤くなるんで、これで調整できるんです。少なくしたりとか。もうこれでフラット補正が調整できます。ですんで、これを、例えば緑が、っていうんであれば、緑のマスクを設定させて、明るさを、グリーンを選んで、このグリーンを上げたり下げたりすると。みたいな形で、周辺原稿を処理できますよってことですね。これいつでも処理できるので、これは、ファイルは保存して、画像処理終わるまでは保存しておいておいた方がいいかなと思います。こんな感じのお手軽フラット補正になりますんで、よかったら使ってみてください。次回はですね、位置ずらしワンショットフラット補正ということでやっていきたいと思います。前にアップしたセルフグラデーションマスクフラット補正は、郊外かぶりとかも処理してくれるんですけど、ちょっと画像処理がめんどくさかったりします。で、今回のワンショットフラット補正は、郊外かぶりに対応してないので、郊外処理をしてからフラット補正する形になります。次回の位置ずらしワンショットフラット補正は、郊外かぶりもある程度処理してくれるし、画像処理も簡単でっていう感じで、ちょうどセルフグラデーションマスクフラット補正とワンショットフラット補正の、中間的なフラット補正になります。今回みたいに半透明の PP シートも使えませんし、何もいりませんよ。なおかつワンショットでできますよっていう形のフラット補正になるんで、これも結構使えるので、またご覧ください。ありがとうございました。